今日はね、ちっちゃいこの株をね描いてみようと思います。今ちょうどお花のない時期なので、たまにはねお野菜もいいんじゃないかなと思います。で、今日の紙はホワイトワトソンを 5F サイズに切っています。絵の具はホルベインで、クリムソンレーキ、ブリリアントピンク、レモンイエロー、コバルトグリーン、サップグリーン、セルリアンブルー、ウルトラマリンディープ、バンタンバ、以上8色で描いてみようと思います。コバルトグリーンね、いつもあんまり使わないんですけど、変わった絵の具も使ってみようかなと思いますので、コバルトグリーンを加えてみました。色見本を作ってみますね。こういう白い株、後ろにね少し大きめの赤株を置いてるんですけど、基本的にはこの小株がメインのモチーフになりますので、一番メインとなるのはサップグリーンですね。こんな新鮮な感じのグリーンです。で、これにちょっとだけねレモンイエローを入れます。そうすると、明るい緑色になります。で、これにちょっとコバルトグリーンを入れてみますね。少しマットな感じのグリーンになります。で、暗いところのグリーンはこちらのセルリアンブルーとバンタンアンバー、もしくはウルトラマリンディープとバンタンバー、それにこの辺りの緑を混ぜ合わせて作るっていうことになります。で、後ろのねかぶらの色なんですが、かぶらの方はクリムソンがメインの色にはなるんですけど、オペラを少し混ぜて明るめのね色も作って、それに少しセルリアンを混ぜて赤紫ですね。こういうふうに合わせると、多分このグラデーション、この辺りのねグラデーションが綺麗にいくんじゃないかなと思いますね。あまり現実にとらわれて現実のまんまに描こうとすると、頑張って描きましたよっていうだけの絵になってしまいますので、色彩について言えばご自分でねいろいろ工夫して現実にはない色を使うっていうことが必要かなと思います。はい、じゃあデッサンをしてみますね。ここが絵の中心ですので、この辺りに、メインのかぶら1個ですね、こういう感じで置きます。で、その後ろにちょっと横向きの株からこちらにもちょっと離しますね、1個置きますね。で、手前に、こんな風にね置きます。で、この後ろに赤いかぶらを置きますね。こんな感じになるかなと思います。サインはねこの辺りに入ってこれるかなと思います。かぶらを描くにあたって、一番大変だなと思うのは葉っぱの葉脈ですね。これをしっかり描くことによって密度の高い絵になると思います。例えばね、ここにこうあったとします。そうするとここにこう茎があるわけですが、ここでね裏側と表側とこう見えるわけですね。この差が非常に大切です。で、裏にも当然こう葉脈が入り、表側にも葉脈が入るわけですけど、葉脈のこの出どころですよね。こちらの葉脈に関して言えば出どころは見えないわけです。だけどここからつながってここへ見え出したんだよっていうことを必ず押さえるようにしていくっていうことが大切かなと思いますね。こういうねちっちゃい葉っぱが次々にこう真ん中から展開していこうとしているわけです。この辺もねそれなりに書き込む必要があるかなと思いますね。そうするとこの辺りが密度の高い空間になるかなと思います。丁寧にねデッサンをしてみます。はい、下書きができました。重なり合ってるところの後ろの方を省略しています。
全部描いてしまうと見分けがつかなくなってしまいますので、手前にあるものを描いてるっていう感じですね。はい、下塗りに入る前にマスキング液で葉脈をマスクしておこうと思います。中心にある葉っぱの葉脈について言えば丹念にたどっておいた方がいいかなと思いますね。あまり白くてうるさくなる場合もあるんですけど、それは後から潰せますのでしっかりたどっておこうと思います。じゃあちょっとやってみますね。はい、マスキング液ね、乾きました。それではね、下塗りに入っていきたいと思います。まずレモンイエローです。薄く溶いて、この辺りにね入れていきます。続いてサップグリーンです。サップグリーンを溶いてその続きにね入れていきます。白い株の中にもねいくらか入っても構わないと思いますので、はい、水筆で周辺部だけぼかします。はい、そしてコバルトグリーンです。コバルトグリーンをしっかり溶いて端の方に入れてみますね。でセルリアンです。コバルトグリーンの下側ですね入れていきます。クリムソンですね。クリムソンを赤株の上にねのせます。そしてオペラです。オペラとセルリアンを溶いてこの辺掃除しますね。綺麗な色を作りたいと思います。オペラとセルリアンです。この辺りですね。この辺りにも入れておこうと思います。じゃあちょっとねティッシュで押さえていきますね。くぼんだところに絵の具がたまりますので、そういうところもちょっと押さえてねあまり型がつかないようにした方がいいかなと思います。続いて影の色を作っていきますね。バンタンバーとウルトラマリンディープ、場所によってねどっちが多いかっていうことで微妙にね色を変えていかれたらいいんじゃないかなと思いますね。はい、だいたいこんな感じで下塗りが終わりです。はい、下塗りが乾きました。じゃあもうちょっとね固有色をつけていこうと思います。翻ったところ、例えばこういうところですよね。こういうところは白っぽくしてこの下を塗りたいわけです。セルリアンブルー、バーントアンバー、サップグリーンですね。もうちょっと暗くした方がいいのでウルトラマリンディープを入れます。翻りの下の、葉っぱの色をちょっと暗めに設定するっていうことです。これは例えばこれとこれの境目ですね。これを暗くします。でここの境目ですね、暗くします。明るい方へ伸ばします。でそれと同時に
フリルの引っ込んだ部分に影をつけていくわけですね。あまり厳重にねどこが引っ込んでる飛び出てるっていうのを考えてもちょっと無理がありますので、ここを暗くした方が都合がいいよねと思えるところを暗くしたらいいんじゃないかなと思います。例えばこれを白っぽくするためにはこっちを暗くしなきゃいけないとかね。じゃあちょっとやってみますよ。はい、だいぶねちょこちょこ入れてきました。でこういうところは鉛筆で描いていないんですけど、上になっているこの鉛筆で描いた葉っぱを目立たせるために、下に置いたわけですね。でこの赤かぶの葉っぱなんですが、青っぽい緑でこう描いたんですけど、赤かぶの場合芯もクリムソン系の色が入ってきますので、赤色をにじませるっていうことをされると、いかにも赤かぶの葉っぱっていう感じがするかなと思いますね。乾かさなきゃいけないんですけど、乾かす前に赤かぶのこの下の部分、この白い小かぶの影になった部分にそれぞれ影をつけていっておきますね。赤かぶの方に関して言えば、クリムソンとこの辺の緑を適当に混ぜるような混ぜないような感じで、合わしておいて、主に下の部分ですね、上に向かってぼかします。から白い方のね小かぶの色なんですけど、緑系だけでいってしまうとちょっと殺風景なので、オペラとセルリアンブルーを合わした藤色っぽいこの綺麗な色で影の部分を塗っておくと色味がね広がっていいんじゃないかなと思います。でこれでちょっと乾かしますね。はい、ここもね赤い茎を足しました。この部分ですよね、ここ中央部ですので、ここがこういうふうにぽっかり開くっていうのはよろしくないわけですね。でここに赤紫を入れてきれいにしてみようかなと思います。オペラとクリムソンです。はい、こういうふうに入れておいて、これが乾かないうちにセルリアンとウルトラマリンディープを入れて、クリムソンを入れて暗い赤紫を作ります。影の部分ですよね、影に入れていきます。はい、水筆で伸ばして取っておきます。でこの付け根ですね、部分的に暗くしておきたいので、この今の赤紫にバンタンバを入れてサップグリーンも入れます。かなり暗い緑にしますね。葉っぱの付け根なんですけど、葉っぱがないところにも伸ばしていってくださって構いません。
この辺りにっていうことですよね。はい、そして今度ね塗っていない葉っぱの方なんですが、コバルトグリーンですね。これに、サップグリーンをちょっと足して明るいね鮮やかな緑を作ります。これを、塗っていない葉っぱの付け根あたりにねこう投入して先端に向かって伸ばします。そんなに厳重にねちゃんと枠の中だけに塗るとかいうことはあまり必要ないんです。はみ出して構いません。いきますね。でここなんですけどね、葉っぱの緑も入れたいのでサップグリーンをこれに足してちょっとこの辺りにね入れておこうと思います。端っこの方なのでそんなに厳重なものではないんですけど、一応ね入れておきます。からここの付け根暗くしておきますね。パンタンバーとウルトラマリンディープで、ここですね、ここをちょっと暗くしておきます。はい、これでねちょっとたまりだけ取って一旦乾かしてからマスキング液を取りたいと思います。でマスキング液取るにあたってねこの辺の色がもうちょっと欲しいのでもうちょっと足しておきますよ。ここですね、ここですね。これでね乾かしてマスキング液を取りたいと思います。はい、マスキング液ね全部外しました。ここからね線描に入っていきます。まずね葉脈ですよね。で葉脈を描くにあたってあまり薄いと線を細く描きたいので、見えないわけですね。バントアンバーウルトラマリンディープを足してかなりね暗めの緑にします。で例えばこの葉っぱですね、ここから出た大きな茎がだんだん細くなってここの葉脈につながるわけですね。ここにねちょっとね葉っぱのこうビラビラがついていてここにつながってきています。で葉脈が、かなりねガタガタしているんですね。つるっとした葉脈ではないっていうことですね。ガタガタしてます。白く抜いたところの上をもう一度なぞりますから白く抜いていない部分も当然葉脈ありますのでそこにも書き足しながら葉脈を書いていきます。ここの外のね枠取りもあんまりはっきり見えないなっていう時には一緒にねされておくといいかなと思いますね。こんな感じでね途中でつながるわけですね葉脈って。人間の毛細血管と一緒ですよね。はい、こんな風にね葉脈をずっとつけていきます。それからここの赤かぶの表皮ですね、これもねちょっとねクリムソンで白く抜いているここを細い線でもう一度なぞってください。で当然ね抜いていないところにもありますのでそれも足していくっていうことで表皮にリアリティを持たせるっていうことでやっていきますね。
はい、ちょっとうるさい感じはするんですけど、ここからもうちょっと手前と奥の差をつけていくっていうことで、いくらか整理ができるんじゃないかなと思いますね。こことここがこのかぶらから出てきて後ろ側へ回っているっていうことですので、色味をつけておくべきかなと思います。コバルトグリーン、サップグリーン、レモンイエローを混ぜました。境目に持ってきます。はい、水筆で先端部に向かって伸ばします。こっちから出ている隙間から見えている部分にも置いときましょうかっていうことです。からこちらにもね、同じような色をねつけたらいいんじゃないかなと思います。こちらの一部にもつけます。からここの一部にもつけます。はい、だいぶね緑のパターンが増えたかなと思いますね。で続いてこの赤かぶの葉っぱなんですが、色的にきついので上から水を垂らしておいて吸い取って少し薄くしますね。茶色っぽいね緑色で筋目を立てておきます。はい、そしてここの表皮なんですが、かなりねプツプツやいろんな傷があったりします。スパッタリングでねプツプツとこう落としておきますね。はい、そして今度かぶらへ戻ります。鉛筆の線だけで線描が全然ないんですが、補強したいっていうのがありますので、周りの色とそぐう色っていうことで緑でいいかなと思います。こちらの方ですよね、赤紫色っていうことですので、濁った赤紫色を作ります。もうちょっと赤い方がいいですかね。あまり丹念にやらない、ところどころをやるべきかなと思います。途切れ途切れにねやってみてください。はい、これでもうだいたいできちゃったんですが、もうちょっとね影をしっかりつけとこうと思います。からここですよね。からここです。はい、しっかりぼかしてあまりね形が残らないようにしておきます。ここがちょっと明るすぎますね。濁った緑をちょっと差し込んで少しね暗めにしておきます。かぶらつるんとしてんですけど、それでもねやっぱりちょっとこういうところにねシワがあったりしますので、少し入れといた方がいいかなっていう気がしますね。からプツプツもたまにはありますのでね、少し入れておきます。じゃあここの葉脈を入れて完成にしますね。はい、じゃあここにねサインを入れます。
成です。